こんにちは。漫画家兼 YouTuber のボイチです。いよいよ始まるコメントを読む時間です。コメントを読む2番目の映像ですが、まだ一つも読んでいません。それではコメントを読んでみます。日本のチャンネル側のコメントです。先生、こんな方法 YouTube で世の中の知識を伝播してくださってありがとうございます。私たちの漫画家はこれをとても必要としており、大切に思っています。また戻ってきてとても嬉しいです。私はグローバルコミックスプラットフォームで若干の成功を収めた Into This Planet を作業しています。漫画家の先生ですね。来てくださって本当にありがとうございます。コメントも送ってくださって本当にありがとうございます。続けて読んでみます。多くの芸術を誇りに思っていますが、まだ満足していません。私はできるだけたくさん成長しようと努力しています。あなたのような先生がいないともっと難しいでしょう。先生、本当にありがとうございます。こうやって送ってくださいました。私も全く同じ考えです。私もまだ満足していません。もちろん私の作品を全て愛して大切に思って誇らしく思いますが、漫画家としての私自身は当然まだ満足していません。同じ考えです。コメントを書いてくださった先生のような方がいらっしゃるので、私も大変で難しいことを克服できるんです。本当にありがとうございます。足りないチャンネルですが、引き続きお越しください。次のコメントを見ます。日本の漫画センターの芸術に対する話の主張の映像のコメントです。賛成です。熊本に IT バブルが来ているように漫画センターができるところは必ず活性化するので、ぜひコストパフォーマンスや地方を生かすためにも郊外に作ってほしいということです。拍手拍手。皆さん、あえて言いますが正解ではないでしょうか。地方のために、その地域の活性化のために漫画センターがあるといいじゃないですか。税金も節約しますし、全ての面ですごくいいです。ある漫画家志望生が、いや、私は漫画センターが六本木にあったらいいな。もしこんなに言う漫画家志望生がいたら、六本木はお金をたくさん稼いで直接行けばいいんじゃないかと思います。日本国民が納めた税金で六本木でただあるいは安く居住するということは話にならないでしょう。私は東京23区でなければ入居しません。それならやらなくても大丈夫です。それは国民の税金をバカにすることです。私の考えは当然、そう主張する漫画家志望生や漫画家はいないと思います。安く一人でも多く、私と私の仲間たちに助けてもらいたいということに、私が見るには 100% 賛成すると思います。そうじゃないですか。まず私は賛成です。そしてこの方も賛成だとおっしゃってるじゃないですか。そうです。次のコメントです。埼玉、神奈川、千葉、近くでもいいと思います。埼玉の行田あたりもいいですが、少し遠いような気もしますね。私は少し遠くても構わないと思うのが、外に出ることがないですよね。私たちは入居したら外に出ません。東京にあえて頻繁に行く必要があるでしょうか。続けて読んでみます。埼玉なら越谷、朝霞、所沢くらいが東京との距離感も適当だと思います。ところで地価が高いかな。東京と近くなると高くなるでしょう。そして神奈川の相模原、藤原、鎌倉、千葉に成田、茨城つくば、どんなところもできそうな気がしますね。そうです。とても素晴らしい想像です。本当に素敵です。皆さん、こういう想像がすごくいいじゃないですか。私が行田市を例に挙げるだけです。私はあなたが言った全ての地域に賛成です。ただ地価が安ければ安いほどいいと思っています。
そして東京から必ず近づかなければならないとは思いません。しかし賛成します。これら全ての議論は素晴らしい始まりです。日本の漫画センターのための国家が日本の漫画家と漫画家志望生たちを支援するためのスタートの素晴らしい議論ではありませんか。とても素敵だと思います。いい意見ですね。ありがとうございます。それでは英語チャンネルのコメントも読んでみます。ボス、もうぜひ漫画の作法をお願いします。いつ教えてくださるんですか？プリーズプリーズプリーズ。すいません。近いうちにコラムを減らし漫画教育の映像もアップしますのでちょっと待ってください。次のコメントです。こんにちは、ボイチ。ブラジル人として少年ウエストとブラジル漫画産業の誕生に対する支持と応援をしてくださって本当に嬉しいです。私は我々が繁栄し世界市場で定着すると信じています。先生の応援に感謝します。私も信じています。ブラジルの漫画産業は繁盛し世界市場で定着するでしょう。ただしそのためには IT 的なマインドで攻撃的な経営をしなければなりません。ブラジル政府が支援しなければなりません。ブラジルの大手企業が投資しないといけません。直接ビジネスをしてもいいです。投資しないといけません。ブラジルの漫画家志望生たち、さらにブラジル人は十分可能性を持っています。その可能性を早く悟らなければなりません。その可能性を信じて支援しなければなりません。私は必ず世界に定着すると信じています。ブラジルだけでなく世界のすべての国で可能だと思います。次のコメントを読んでみます。ブラジルで漫画を購入する際、大きな問題は配送システムが劣悪で土地が大きすぎることです。注文して待つのに長い時間がかかり、値段も高くて何日もかかるということです。こんな困難について話してくださいました。心配しないでください。未来の漫画産業はデジタルです。この問題を解決します。すぐに見て手軽に楽しめます。そして費用も合理的でしょう。費用は必ず合理的でなければなりません。私は出版漫画の単行本よりも価格が安くなければならないと主張したいと思います。価格は各自のビジネスの判断によって決まると思いますが、ただは最小限にした方がいいでしょう。ただで漫画が見られるのもある程度は必要だと思います。特に大きなビジネスの一部として行うこと、例えばフィリピンのジョリビーが漫画ビジネスをしているとします。ジョリビーのフランチャイズのために高い金をもらってジョリビーを宣伝する漫画を売るとしたら、こういうのは無料でサービスした方がいいんじゃないですか。もちろん漫画家には素晴らしい条件を提供しなければなりません。こういう無料サービスも必要ですが、無料サービスは本当に少しだけして基本的に有料にしなければなりません。しかしリーズナブルな価格で提供しなければなりません。おっしゃったこの問題はデジタル転換になればすぐ解決されると私は信じます。次のコメントを読んでみます。メキシコにも漫画センターがあったらいいですね。そしたら私の悩みは 70% が解決して心配なく漫画作業に集中できるのに、問題の 70% は実際には解決しません。漫画センターがいくら強力に支援しても漫画家や漫画家志望生の悩みごとに 10% から 20% 程度の助けになるのが精一杯だと思います。なぜなら漫画家の一番大きな悩み事はいい作品を作ることだからです。しかしこの方の意見はメキシコの漫画センターがあるべきだという強力な証拠です。メキシコに漫画センターが建てられることを願ってます。メキシコ政府も頑張ってください。次のコメントを読んでみます。私は若者の絵を漫画形式に変えるドローイング教室を始めました。イラストと漫画を創作するのに必要な全ての条件を備えた集まりになることを願っています。幸いにも順調に進んでいます。問題は資金調達です。地域におっしゃっている漫画コミュニティや漫画センターがあれば、漫画に必要なデジタルツール、タブレット、スキャナー、
プリンターなどが構成された作業スペースもあるし、いいと思います。先生のチャンネルを見つけてこんなことを言ってくださってありがとうございます。高校生の時は三剣ロックを見ながら勉強したけど、女性キャラクターを描くのに大きく役立ちました。ありがとうございます。創作道具がデジタルの中心になって、この費用の問題が深刻な問題となっており、漫画の本質的なメリットを損なっています。しかしデジタルツールがペンと紙のインクほど安くなるのは不可能ですよね。だからセンターがもっと必要なのです。センターがこのような道具を提供できたら本当にいいでしょう。ぜひやっていただきたいです。無条件にデジタルツールを使用するということではなく、良いスキャナーとスキャン補正プログラムサービスを提供してくれるなら、紙、ペン、鉛筆でも十分です。カレンダーに鉛筆で描いても、スキャン後良い補正サービスを受ければいい漫画家になれます。世界を席巻するかもしれません。漫画の本質に近づくのです。漫画が素晴らしかった、本来の理由が守られるのです。漫画はこうだから偉大な芸術だということが守られるのです。そうなってほしいです。次のコメントです。ボイチ先生、私たちと一緒に過ごしてくださってありがとうございます。先生はすごい漫画家であると同時に人柄も素晴らしいですね。本当にありがとうございます。でも本当にありがたいんですが、少しお間違えです。まず、私は決して大した漫画家ではありません。絶対に違います。今、私の人生が新しく始まりました。すごい漫画家の人生がこれからじゃないでしょう。その次に人柄が全く立派ではありません。実は足りない点がとても多くて、とても足りない人柄です。しかし私が皆さんを愛しているのは事実です。私が不足で資格がなくて人柄もめちゃくちゃで性格も良くないし、でも皆さんを愛してます。皆さんが大変だということを誰よりもよく知っているので、愛するしかないです。人柄の問題ではありません。ただそれを知っているんです。人柄が足りなくて本当に申し訳ありません。それでは次のコメントを読んでみます。今度の漫画センターに関する話はとても興味深いですし、私にもとても必要です。これを実現するためには乗り越えなければならない問題が多いと思いますが、特に予算確保、政府の支援など、もし実現したら漫画産業発展の良い原動力になると思います。質問です。センターに審査を通過して居住する人々はいつまで滞在できますか？審査条件は何ですか？そのために居住する漫画家志望生たちは居住条件として何をすべきでしょうか？漫画のデビューや発表やいつまでに目標に到達しなければならないのでしょうか？作品のクオリティや量などどのような基準にすればいいでしょうか？先生の考えを聞いてみたいです。皆さん、このコメントはとても意味深長で素晴らしいコメントです。私がこういう話をしました。世界の人々は日本の漫画家志望生の質問を見なければならない。なぜなら質問の臨場感が違う。私が前にこう主張したんです。このコメントを見てください。この現実と臨場感どう思いますか？漫画センターの入居条件をすでに悩んでいらっしゃるし、漫画センターがあるわけでもないのに漫画センターから追い出されない条件をすでにお考えです。この臨場感はまるでこんな感じです。心の中に真剣に入っているという意味です。漫画家志望生と漫画家を支援する漫画センターがこの方が住んでいる国に必ずいなければなりません。そしてこれは臨場感が漫画センターを建てるのに重要な役割を果たすでしょう。この方が持っていらっしゃるこの臨場感、漫画センターの入居条件と居続けるためにはどうすればいいのか、そしてどれくらい滞在させるべきかについては、私が韓国でいろいろ見て聞いて経験したこともありますが、その話を今ここでするより各国の判断が重要だと思います。入居条件をどうするか、どれくらい泊まらせるか、いつ出させるか、こんな問題は
各国の状況、予算、大きさと規模によってドジャース球場になればその大きさに合わせていろいろ条件によって変わるでしょう。当然予算が大きな影響を及ぼすでしょう。それでむやみにこういうのがいいと申し上げにくいです。しかし送らなければならない条件の中でお酒を飲んだら送り出さないといけないと思います。センター内でお酒を飲むとすぐ退出。お酒を飲む場所を用意してあげようと思って貴重な税金が使われるわけではないので、センター入居したということはその場はその国と世界のために立派な漫画を描いてくれる人の席を占めているのです。お酒を飲むのは自由です。漫画センターで漫画家志望生の仲間と付き合ったらそれなら一緒にお酒を飲むこともできます。外で飲むのはいくらでも飲んでもいいです。センター内ではやってはいけないということです。次のコメントを読んでみます。私の国ではこのような漫画センターの建設は難しそうです。しかし小規模な支援は可能かもしれない。どこの国にいらっしゃるかは分かりませんが、ドジャース球場の大きさの漫画センターは全ての国で可能ではないでしょう。私の故郷韓国はどうですか？韓国はドジャース球場ほどの140ヘクタールの漫画センターの建設が可能でしょうか？私の見る限りでは不可能です。全ての国が漫画センターを建設して支援プログラムを運営することは当然不可能かもしれませんけれど、ほぼ全ての国がその国の漫画家と漫画産業の発展のための十分な支援ができます。規模が小さくても十分にできます。支援について私がいつも言ってますが、どんな支援もありがたいし大切です。私を応援してくれる誰かあるいは両親が一食の食事を解決してくれるだけでもとても大切な支援です。その食事一食のパワーのタイミングが合うとものすごい力を発揮します。諦めるのを防ぐこともできます。大ジャンプの作家さんが書いた文章を見たことがあるんですが、この方がジャンプに挑戦し続けた時代に本当にすごく大変で成果もないし結果も出ないし諦めて故郷に帰ることをたくさん考えたんですが、担当の編集者が何も言わずに月に一度会うたびにご飯をおごってくれたそうです。これだけでも諦めずに耐えられたし、結局はものすごく大成功する日本を代表する作家さんになりました。一緒に食事をするということはそういうことです。どんな方か分かりませんが、この偉大なジャンプの編集者の方はどうして特別なことを言わなかったんでしょうか。なぜ一食のご飯でこれをやり遂げることができたのでしょうか。つまり支援する量ももちろん重要ですが、この絶妙なタイミングでご飯一食ということで諦めさせなかったということです。ある国は漫画家志望生と漫画家たちに月に1回の食事しか与えられないかもしれません。でもタイミングが絶妙ならそれだけでも偉大な漫画家を作ることができます。証拠があるじゃないですか。